はい、ようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今回は、前回アップしました、人間が生まれてくる意味、前世とかね、そういうふうなことにも絡んでスピリチュアルな観点からアドバイスをしましたけれども、それの続きをします。人間生きているといろいろなトラブルに巻き込まれるけれども、そういったことはね、前世で何か悪いことをしてそのペナルティのように起こっているっていう考えている人がいっぱいいるけれども、それは間違いだよという話を前回しましたね。いろいろ難しい人生と取り組んでいる人、生きづらさの中で頑張って、人生と取り組んでいる人というのは、それだけ難解な授業と取り組むレベルの高い、位の高い魂なんだから、自信を持って頑張っていこうねっていう話をしましたね。でね、それはその通りなんだけれども、ただね、人生の中で多くのほとんどの問題っていうのはね、自分自身で作り出しちゃった問題の方が本当は多いのね。だから例えば生まれながらに定まっている条件ね、例えばすごく貧しい家に生まれるだとか、身体的になんかね、ハンディキャップがあるとか、親からこう虐待をされたりとか、なんか自分の責任じゃないところで生まれながらに負っているハンディキャップね、これはもう自分の責任じゃない、だから授業内容の一環なんだけれども、でもね、大体世の中で皆さんが抱えている問題の8割9割はね、自分自身で作っちゃった問題の方が多いのよ。例えばどういうことかというと、そうね、人間関係においては他人に敵意を向けると敵意が返ってくるでしょ。ね。でわがままな行いをするとそれはまた自分に跳ね返ってくる。だから自分の身に起こるいろいろな悪いこと、そういったトラブルっていうのはね、自分の胸に手を当てて考えてみるとよくわかると思うんだけど、ほとんどはね、自分にも何らかの原因があるのよ。ね。だから生まれながらの問題とかなんとか、そういった宿命的運命的な難儀と、自分自身がまいてしまった種が次第次第に育って芽吹いて実をつけてっていうね、この難儀っていうのは、ね、別に考えないとダメなのね。だから自分の人生の中で自分が作ってしまったトラブルの種、自分が作ってしまった難儀というのは自分の行動や考え方を改めることによって、これはねスーッと収まっていくんですよ。で同じように、生まれながらに持っている人生の課題というのも、その課題によって学ばなければならないカリキュラムというのがね、この人生の中にあるわけ。だからそれがクリアできれば、この問題というのも存在意義を失ってシューッとこう収束していくんですよ。だからね、心折れないようにこの自分の人生のテーマと向き合っていくことによって、自分の人生がねどん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 と幸せな方向にシフトしていくので、これのねお手伝いはねさせてもらうので、もうねいろいろと質問とかね、なんか聞きたいこともあると思うので、どんどんとコメントを寄せてください。で前回ね、この人生というのはこう生きている間の修行の寄宿学校のようなところですよ、ね、一回入学して卒業が、死ぬっていうことなんだろうね。生まれた時が入学式で、お葬式の時がこう卒業式っていうことなのね。生きている間修行して、我々はゆくゆくは魂の世界に戻るわけ、卒業して。で、だから今こうして苦しい人生と取り組んでいるこの環境というのは、学校の中で勉強してるのと一緒なのね。でもね、だからといって苦しいこと悲しいことを、これ授業なんだからしょうがないってね諦める、そんな人生ってやっぱり苦しいじゃないね。学校生活もそうだけど、ただ勉強するだけじゃなくて、よりね楽しい思い出をいっぱい作った方がいいでしょ。ね、せっかく生まれてきたわけだから、ヒー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 とこう悲鳴を上げながら涙を流しながらね、勉強するのも結構だけど、どうせだったら、ね、楽しく課題と取り組んで、ね、お友達もたくさんできて、いい思い出がいっぱいできて、で楽しく、ね、お勉強して卒業した方がよっぽど幸せじゃないですか。ね。
だからそのお手伝いを今ね、私いろんな人の話を聞かせていただきながらお手伝いさせてもらってるんですよ。うん、で人生ってね、やっぱり不公平だって思ってる人もいっぱいいる。ね、自分はこんなに不幸なのにあの人はあんなに恵まれていて、ね、お金持ちで頭も良くて、容姿も優れていてとかね、うん、で人間のいいところ、他の人のいいところってすごく目に留まりやすいんだけれども、うん、これ例えば自分にコンプレックスがあったりすると余計自分の持ってないものを持ってる人、そういったものをね羨ましがっちゃね、人っていると思うけれどもね。でもね、例えばすごく勉強のできる人、ね、自分よりもものすごく勉強ができる人っていうのは、ね、それだけ努力してるのね、うん、で、自分よりもいっぱいこう稼いでる人とか仕事ができる人っていうのもやっぱり陰で努力してるんですよ。ね、うん、人間ね、みんなね見えないところ、人の見えないところで努力している、そういったところってねなかなか見えないのね。うん、だから綺麗な人っていうのだって美しくなるために陰で涙ぐましい努力をねしてるかもしれないね。ジムに行って体を鍛えたりとかね、シェイプアップしたりとかお化粧のテクニックを学んだりとかね、おしゃれのことを勉強したりとか、いろいろみんなね陰で努力してるんですよ。ね、でそういう努力をしている部分っていうのはなかなか見えない、ね、だからキラキラした部分だけが目についてしまって、でああ羨ましいなってね思うかもしれないけれども、でもね実際はそういった人たちって陰でいっぱい努力してることがあるからね、だから、それをね羨ましい羨ましいと思うんじゃなくて、自分も頑張ればねそうやって自分を磨いていくことはできるわけだから、ね、ただ妬ましい妬ましいという思いだけ持っていると自分の成長につながりませんから、そこは気をつけないとダメ、でね、生まれながらに恵まれてる人ね、逆にね生まれながらに例えば貧乏で苦しんでいる人もいれば、生まれながらにもう経済的にすごく裕福な家庭に育って何の苦労もなく人生がねトントン拍子にいく人もいるでしょ。じゃあなんでああいった人たちはねあんな恵まれてるのっていうとね、まあね、そういった人は大体ね、魂のレベルがそれほど高くなかったりとか、魂が若かったりするとね、まだそういう幼稚園児保育園児とかのね一緒にお遊戯をしたりね、簡単なお勉強をしたりっていう、そういうふうな人たちなのかもしれないね。魂がまだ育ってないからね、そういうふうな感じの簡単な授業に今取り組んでおられるのかもわからないね。だってなんて言うんだろうね、お金がいっぱいあったりとか、そういったのってなんで、幸せかっていうとね、これは自分の欲望をこう叶えることがいろいろできるわけでしょ、お金がいっぱいあるとね。でもこの間の動画でも言ったけど、人間の欲っていうのは大体生きるためのことね。最終的には食欲とか睡眠欲とか性欲とか、こういう生命を維持する欲に集約されるんだよって話をしたでしょ。ね、これはね肉体を持った人間ならではの欲なんですよ。死んだらねそんな欲なくなっちゃうの。死んだらそんな欲はねなくなるんだよ。なんでだと思う？だって肉体がないんだもんね。肉体がないから食欲もないわけだって、食べなくたって生きていけるわけでしょ。ね、で睡眠も取らなくていいわけ、肉体がないからね。で性欲、これもね必要なくなっちゃう。だって生殖行為によって増えるわけじゃないからね、魂は。だから我々のこういうね物質的な欲っていうのは肉体があればこその欲なんですよ。だから、魂にはねそういった欲っていうのはないのね。そうだからね、ただそういった肉体的な願望を成就したい、ね、肉体的な願望をただ満足させたいっていう魂は、生まれてこなければいい。生まれてこなければいいわけだって。生まれてこない状態、魂である状態の方がよっぽど安定してるのよ、ね、だって食べなくたって寝なくたって死なないんだよ、ね、それがわざわざこの肉体というね、こう食べなきゃ死んじゃう、寝なくちゃ死んじゃうというこういうものをもらってね、勉強に来てるわけ。これは人間ならではの勉強ね。だからね生まれながらに楽な環境で生活をしている人というのは、あまりこう魂のレベルからするとそれほど学ぶことはね、苦難の多い人生、課題の多い人生と比べると
まあ学べる内容は少ないわね。うん、だからね、そういった人はね、もしかしたら魂がまだ幼い、勉強し始めの若い魂なのかもしれません。ね。だからね、なんかそんなことをね、ただ羨ましいと思うんじゃなくて、今こういう難儀な課題と向き合ってる皆さんの魂の方がね、よっぽどこう成熟した魂、だと思うので、心折れないように、ね。で、またこの授業は楽しく取り組みましょう。ね。そのためにね、まあ、私が家庭教師みたいな感じでいるんですよ。ね、だから、まあ、人生の中でいろいろねいじめとかね、また差別とか、または病気とか怪我とかね経済的なこともあると思う。いろんな問題と今向き合っている方がいっぱいいらっしゃると思うけれども、もしね、苦しいこと悲しいこといろいろ聞いてもらいたいことがあったら、ね、概要欄に私のメールアドレスも載ってるし、ここにコメント残してくれても構わないから、ね、だから一緒にこの私もね在校生、今この難解な授業と取り組んでいる生徒の一人ですから、皆さんと一緒なんですよ、ね、だから心折れないように一緒に頑張っていきましょうね。ということで、また引き続きチャンネル登録と高評価の方もお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。